かった。おいらは勝った。名前はないようである。H205-TECH って製品番号だけど一応名前だ。おいらはガチャンガチャンとうるさい場所で生まれた。生まれた途端に兄弟がたくさん、もう何百何千という兄弟が一斉に生まれたわけだから、人間のように双子とか三つ子とかってもんじゃない。物心ついた頃には真っ暗な狭い場所に押し込められて静かに眠っていた。明るい日の光を浴びたと思ったら、やっぱり狭い棚の上で色とりどりの文房具たちと一緒に並ばされた。どうやら日の光と思ったのは蛍光灯の光だったようだ。おいらはそのうちなんとかなるさというぐらいの軽い気持ちで日々を過ごしていた。結構棚の上ってのも慣れれば楽しいもんだよ。いろんな客が来る。親に手をつかまれて絶対に話してもらえず大泣きをしている子供。ぺちゃくちゃとにぎやかな中学生。一人静かに難しい顔をしている割には買って帰るものがホチキスの芯1個だったりする中年の親父。とにかく人間ウォッチングには事欠かなかった。そんなオイラを見初めて買ってくれたのが、決して勉強熱心とは思えない女子高生という生き物だった。オイラは無造作に握られるとカウンターに転がされ、ビニール袋に放り込まれた。惨めだって？冗談じゃない。最後まで変われずに埃にまみれて人生を達観したようなことを言っている文房具のじいさんに比べたら、おいらは幸せってもんさ。女子高生の名前は春菜だった。この家には母親と父親、春菜、それに犬のボケ、ボスがいる。ボスって名前なんだけど、おいらはボケと呼んでいる。いつもぬぼーっとしているからだ。春菜は可愛いものが好きなようで、部屋の中は可愛いというもので埋まっている。片付けないので、部屋が埋まっているのか可愛いものが埋まっているのかわからない。そんな中でおいらはいつも机の上に埋もれた状態になっている。時々勉強をするらしいけど、ほとんど漫画本を読んでいるので、机がきれいに片付いているところを見たことがない。やっぱり人間ウォッチングは楽しい。お父さんが入ってきた。そうそう、人間は父親のことをお父さんと呼ぶらしい。だからおいらも真似してお父さんと呼ぶようにしている。せっかくこの家に来たんだから、呼ぶくらいはしてやらないと悪いような気がするからだ。なんておいらは優しいカッターなんだろう。春菜が怒ってるよ。突然レディの部屋に入るなって言ってるよ。笑っちゃうね。レディってこれだけ散らかしててレディかってんだ。どうも春菜は自分に都合が悪い時はそんな言葉を使うらしい。お父さんがカッターないかって聞いてるけど、さすがだね。さすが春菜の父親だよ。娘が怒ってるのに全く意に介していない。おいおい、ここにあるからっておいらを指さしてるよ。いいのか？おいらをお父さんに使わしても、おいらは春菜のためにここに来たんだぞ。しょうがない。お父さんのために頑張るか。で、お父さん何着るの？これ？ちょっと待ってよ。おいらカッターだよ。ノコギリじゃないから。ちょっと、マジでやめてよ。歯が折れる。いや、歯が折れるから。マジで、本当に、マジで。うわー、人殺し、カッター殺し。
とか言いながら、おいら一生懸命頑張るよ。努力の人。いやいや、努力の勝った。結局お父さんが作った木工細工、お父さんは棚田と言い張ってる閉じのメントルの道具にされた。ちょっと頑張りすぎて痛かったけど、まあカッターとしてかなり頑張ったと思う。お父さんいい汗かいたって言うけど、日頃何もしてないからね。ああ、ビール出してきて伸び出しちゃったよ。結局オイラはテーブルの上にそのまま放置だよ。ちゃんと春菜の机の上に戻してくれよな。って無理だろうな。春菜のだらしがないのは父親譲りだ。だから毎日お母さんが怒るんだよ。汚い、だらしがないって。お父さんやりっぱなしだよ。棚作ったのはいいけど、庭の後片付けはどうするんだろうね。またお母さんに怒られるよ。でもおいらも疲れたからこのまま寝るよ。ここから先は想像にお任せするさ。多分お母さんが文句を言いながら庭を片付けて、お父さんは知らんぷりしながらテレビを見るんだ。毎日同じことの繰り返しだから想像がつくのさ。あー疲れた。今日は誰もいないんだね。あの日お父さんが使ったままおいらは動いてない。お母さんはおいらの姿を見ているのに片付けてくれない。そりゃそうだ、かなり怒ってたから。お父さんが持ってきたんだからお母さんは知りませんって断言してたもんな。でもそろそろあれから10日だよ。ちょっと居心地悪いんだよね。こうなると春菜の汚い部屋が懐かしい。あ、お母さん、おいら戻してくれるの？やっぱりお母さんだよね。何？ここにあったってお母さん知ってたよね。おいらがずっとここに置きっぱなしにされてたこと、それとも何？忘れてたの？あれ？おいらを握りしめてどこへ行くの？え？ああ、この段ボールをカットしろというの？なんだ、お安いご用だよ。どんどんカットするよ。そのためのカッターなんだからね。あれあれ？何？なんでそんなに力入れるの？え？切れない？このカッター切れないわねって、おいらのせいかよ。違うだろう？お母さんの使い方が悪いんだよ。そんなに力任せに、ノコギリみたいにギコギコしないでよ。スーって切れるんだから、スーって。いててててててて。あ、無理無理。あ、無理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 。使い方が荒いって。やめてよ。痛いよ。はあ、はあ、はあ。真面目に体を折られるかと思ったよ。歯を出しすぎなんだよ。それなりの長さってものがあるでしょ。長く出せば切れると思ってたのかね。それでも頑張ったけどさ、なんとか切ったよ。これがおいらの仕事だからね。仕事はつらいよね。何今度はどこで仕事させる気だよ。台所？台所でどんな必要性があるわけ？ねえ、知ってる？台所って水があるよね。使い方によっては錆びるよ、おいら。水分に弱いからね。使ったらちゃんと拭いてよね。そのままにしないでよ。あー、袋の口を開けるのか。え、これってハサミでしょ？ハサミの仕事だよね。ハサミの方が良かったかしらって今さら？
分かってたはずでしょ。ねえ、カッターで袋の口開けるって危ないよ。それにどうしても刃物で開けたいならお母さんが使い慣れた包丁があるじゃない。なんでカッターなわけ？ほら汁がついちゃったよ。ベタベタする。うわ気持ち悪い。洗ってくれるよね。洗ってよ。包丁は洗うでしょ。カッターも同じだよ。待って待って、このまま刃を収納。カシャーンって何歌ってるわけ？ねえ、何その歌？カシャーンじゃないから。やっぱり洗わないんだ。錆びるからね。錆びるよ。絶対に錆びる。もう決定だよ。おいらの体、錆び決定。やっと春菜の部屋に戻してくれたよ。ベタベタのままだけど、まあいいや。それにしてもいろいろあったな。お父さんに強奪されてから無理やりってのが多かったような気がする。でも戻ってこられたからいいや。春菜、おかえり。おいらここだよ。春菜の机の上だよ。あれ？何をそんなにしょげちゃってるの？春菜らしくないじゃない。いつでもバカみたいに明るいのにどうしちゃったの？おいら使うの？まあ春菜の持ち物だからね。いいけど、何着るの？ベタベタだけどおいらのせいじゃないからね。それ？切るの？うわ、ボロボロのザクザク。泣き出しちゃったよ。あれって確か彼氏の写真だったよな。何？振られた？他の女の子とイチャコラしてるところを目撃したわけか。そりゃさすがの春菜もショックだよな。死んじゃえばいいって呪ってもね、案外死なないもんでしょ。うわ、すげえな。涙に鼻水。よだれもかよ。そりゃ振られても仕方ないんじゃ。おいらは何も言ってないよ。ちょっと待ってよ。真面目に言ってないって。何？じーっとおいらを見つめてどうしちゃったのさ。またそんなに歯を出しちゃって危ないからしまいなよ。手首に押し当てちゃって。マジかよ。これってかなりやばい状況でしょ。このまま手首をバッサリとやろうっての？やめろ。やめとけ。絶対やめろ。いいか？冷静に考えろ。おいらは疲れてる。散々お父さんに酷使され、お母さんにいたぶられ、挙句の果てにベタベタだ。今のおいらで手首を切っても切れないぞ。それでも切ったらかなり痛いぞ。こういうのは切れ味のいいやつでやらないと痛いんだ。包丁だって切れ味のいい包丁の方がスッと切れるだろう。おいらは何を言ってるんだ。おいらは手首を切るための道具じゃないぞ。お母さん、春菜がリストカッターしようとしてる。違う。リストカットしようとしてるぞ。誰か来てくれよ。ドアが開いた。お母さん、おいらの声が。ボケかよ。お前じゃ役に立たないだろ。いて、おいらを投げるなよ。その前にしまえよ。カッターの刃は危ないからしまいなさいって。なんでボケにまったりしてるんだよ。
なんでボケに癒されてるわけ？おいらの必死の叫びよりもボケの方が効果てきめんてか？なんだそれ。あ、下で呼んでる。甘いものがあるけど食べるかってよ。さすがに振られたばかりでリストカットしようとしてるんだ。食べないだろ。食べるのかよ。なんだそれ。はい、今行きますって。いつも敬語なんて使わないくせに甘いものって聞いた途端に敬語かよ。しかも自殺しようとしてたんじゃなかったのかよ。そんなもんかよ。もうバカバカしい。おいら寝る。歯はしまえよ。いかがでしたでしょうか。カッターにもし心があったら、カッターが考えることができたら、そんな想像をしてみました。物に心がある。そんなことはないのかもしれない。いえ、あるわけはないでしょう。けれど、物に心がある。そう思えたら、物を大事にするという当たり前のことが普通にできるようになるのかもしれませんね。面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。コメントもお待ちしております。ではまた次のお話でお会いしましょう。